こんにちは、ヨキです。今回はちょっと興味深いテーマについて話します。タイトルにもある通り、男性が女性にメスみを感じる瞬間についてです。これを聞いて、それどういう意味って思う方もいるかもしれませんが、簡単に言うと、男性が女性に対して女性らしいなとか、ドキッとする瞬間のことですね。日常の中で何気なくしている仕草や行動が、実は男性にはすごく魅力的に映ることってよくあるんですよね。あなたが意識していないところで、実は男性が今の可愛いって思っている瞬間が意外と多いんです。今回はそのメスみを感じさせるポイントを10個ピックアップして、具体例を交えながら詳しく話していきたいと思います。これを知ることで、今まで自分が無意識にしていた行動が、実はすごく魅力的なポイントだったことに気づけるかもしれません。では早速本題に入っていきましょう。では一つ目は、体のシルエットがわかる瞬間ですね。男性が女性のメスみを感じる瞬間の一つが、体のラインがさりげなく見える時です。特に露骨に見せるわけではなくて自然な場面で太めに入った瞬間が強い印象に残りますね。具体的に言うと、例え一つ目はカジュアルな服装で一見ゆったりとしたファッションだったとしても、風が吹いて服が体にピタッと張り付く瞬間。この時に男はこんなに細かったんだと意外性を感じることがあって、そこに魅力を感じるんですよね。こういった自然なシチュエーションでふと見せるスタイルがよりリアルに感じてメスみを感じますね。例え二つ目は、職場でふとした瞬間に女性が軽くかがんで物を拾うとき、ウエストラインや背中が強調されることがありますよね。この時に普段は見えにくい部分のシルエットが際立ってドキッとすることが多いです。動きの中で女性の曲線美が自然に際立ってますね。例え三つ目は、高いところにある場所に手を伸ばしたとき、女性が上に伸びる動作をしたときに、胴体とかウエストの細さに男性は意識が向くことがありますよね。そこで思うわけですよ。こんなに華奢なんだな。腕を上げて伸ばしているから、より細く見えやすいわけですよね。ウエストラインが自然に強調されるから、男性もそこに目がいって、女性らしい曲線だなと、メスみを感じることがある。といったように、体のラインが見えることで男性はその女性の隠れた魅力により気づきやすくなるので、そこにメスみを強く感じます。では二つ目は、いつもと違う雰囲気を見せたとき。女性が普段見せている姿とは全く違う一面を見せたときに、男性は新たな魅力に気づくことが多いです。そのギャップが大きければ大きいほどメスみを強く感じることがありますね。具体的に言うと、例え一つ目は、仕事ではいつもクールな女性がふとした瞬間に笑顔を見せたとき、このギャップに男性は心を打たれます。理由は、普段冷静で距離感がある女性が笑顔という柔らかさを見せると、一気に親しみやすさや可愛さを感じるからですね。例え二つ目は、飲み会で普段はカジュアルな格好をしている女性がいつもよりもドレッシーな格好をして現れた時、いつものラフな雰囲気とは違って華やかでフェミニンな姿にこんな一面があるんだと驚かされることがあります。日常の姿とのギャップが大きいほど新鮮な印象を与えますね。例え三つ目は、普段はメガネをかけている女性が突然コンタクトにして現れた時、その変化は意外と大きいですよね。顔立ちがはっきりして見えたり、より印象的に感じます。メガネを外すという小さな変化だったとしても、全体の雰囲気に大きく影響しますよね。そのギャップでその人の魅力がより新鮮に映ります。といったように、ギャップがあることで男性はこの女性にはまだ知らない魅力がある感じるので、それがメスみを強く引き出してきますね。では三つ目は、耳元でそっと話しかけるとき。男性にとって女性が耳元で話す瞬間は特別ですね。声が近くなることで距離感が縮まって、より親密さを感じるし、ドキッとしますね。異性として意識してしまう。具体的に言うと、例え一つ目は、会話が聞こえにくい場所で女性が男性の耳元で囁く。これは距離が近い分、声の柔らかさがダイレクトに伝わってきてドキッとすることがありますよね。普段との会話よりも親密な感覚が強くなる。例え二つ目は、映画館やコンサートなどで静かに話さなければならない場面で女性がそっと耳元で話してくれた時、その囁き声が心地よくて急に距離感が近づいたようにも感じますよね。音だけじゃなくて呼吸の感じまで伝わる距離感なので、身体的にも心理的にも親密さを感じますよね。どうしても異性としてここで意識してしまう。では三つ目は、仕事中に説明するために耳元で
声を低くして話すときありますよね。同じ資料を見てそれについて2人で話すときっていうシーンがあったりしますけども、顔の距離感が近くなったりするじゃないですか。そういった時に意識してしまうことがあります。といったように耳元での会話は距離感が縮まったようにも感じるし、声の柔らかさがダイレクトに男性の耳に届くので、メスミを強く感じてしまいますね。では4つ目は、自然に触れられた瞬間。何気なく触れられた瞬間に男性は女性の存在を強く意識することがあります。自然な動作であるほど意識してしまいますよね。ラッキーだなっていう気持ちが増すんでしょうね。具体的に言うと、例え1つ目は、一緒に歩いている時に女性がバランスを崩して肩に軽く手を添える瞬間。特に意識していない動作でも突然そうやって触れられるとドキッとするものです。意図しない触れ合いが自然だからこそ意識してしまう。例え2つ目は、カフェで座っている時にテーブル越しに女性が手を伸ばしてメニューを取ろうとした時に指先が軽く触れ合う。この一瞬の接触に不意をつかれて急にその女性のことを意識してしまうことがあります。普段は触れることのない距離感で接触して特別感を感じますね。例え3つ目は、混雑した場所で女性がこっちだよって言って男性の腕や手を軽く引っ張るとき、その何気ない動作に急に身体的な距離感が縮まったように感じますよね。物理的な接触が心理的な距離感も近づけてドキッとしてしまう。といったようにさりげないボディタッチは男性の意識に直接訴えかけて特別感を覚えるためメスミを強く感じます。では5つ目は、肌がちらっと見えるとき。肌の露出が少ないほどその一部が見えたときに男性は意識してしまうものです。肌が見える瞬間は女性の魅力を強調する場面でもありますからね。具体的に言うと、例え一つ目は、夏の日差しの中で女性が髪をかき上げたときにふとうなじが見えたとき、普段は隠れている部分が急に現れると、そのギャップに思わずドキッとしてしまうことがあります。例え2つ目は、カジュアルなシャツの袖をまくった時に見える腕や手首。これは男女共通かもしれないけどね。特に普段長袖で隠れている場合は、露出された肌が鮮明に映って強く意識してしまう。日常的には隠れている部分が見えることで、その女性の柔らかさとか美しさが強調されますね。例え3つ目は、風が強い日に女性がスカートを押さえる仕草をしていて、太ももや足が見えた時。漫画みたいだね。普段は露出しない部分だからこそ、少しだけ一瞬露出した時に魅力を感じてしまいます。過度な露出ではなくて一部だけが見えることで、より男は想像をかき立てられますよね。といったように、肌が見える瞬間は普段隠れている部分がさりげなく見えるので、男はその女性の魅力を強く意識して、それがメスミとして感じますね。では6つ目は、照れている表情を見た時。女性がふとした瞬間に見せる恥ずかしがったり照れたりする表情は、男性にとっては非常に印象深いものですよ。人間味が感じられるし、その女性らしさに心を打たれますね。具体的に言うと、例え一つ目は、褒め言葉を男性が言った後に女性が顔を赤らめて、そうかなって照れながら笑う瞬間。その自然な照れが男性にはとても可愛らしく映りますね。照れることでその女性の内面的な柔らかさだったり、素直な一面が見えて可愛いなって思っちゃいます。二つ目は、会話中にふとした拍子に過去の失敗談を語ってしまって、恥ずかしそうに顔を手で隠す女性。この仕草に男は普段見せない弱さを感じるし、守ってあげたくなる気持ちが芽生えますね。恥ずかしがるというその女性の脆さっていうのが垣間見えて可愛く感じます。例え3つ目は、ちょっと大胆な服を着ていて、それを恥ずかしそうに隠そうとする姿。露出することに慣れていないその照れが逆に服装とのギャップを生んでいますよね。大胆な格好をしているのに照れて可愛いなと思うわけですよ。男性にとっては非常に魅力的です。大胆な格好をするという自信が見えつつも、照れているその姿は女性らしさを感じますね。といったように、恥ずかしがって照れる姿は女性の素直さや繊細さが垣間見えるので、それが男性にとってはメスミとして強く感じますね。では7つ目は、袖や腕に軽く触れてくる仕草。女性が袖や腕を軽く引っ張ってくる仕草には、男性に対する信頼感や甘えのニュアンスが含まれていることも多いですよね。この動作が無意識に出る場合には、男性は頼られてるなって感じることが
多い。だからこそ女性として意識してしまうんですよ。具体的に言うと、例え一つ目は、歩いている途中で道に迷いそうになった時に、ちょっとこっちじゃない？袖を軽く引っ張られるとそこで意識してしまうことがありますね。軽いタッチでも身体的な距離感が縮まることで、男は女性として意識してしまうことがあります。例え二つ目は、混雑している電車の中で女性が離れないようにと言って腕を軽く引っ張る瞬間。可愛いですね。その無意識の行動に隠れた感情が垣間見えて、愛おしさすら感じてしまいますよね。離れないようにしてんだな。近くにいて守ってもらいたい気持ちあるんだな。頼られてる感がある。ここで女性的なか弱さを感じてしまいますよね。例え三つ目は、買い物中に、ねえあれ見てって言って軽く袖を引っ張られた時。その仕草に自然な甘えや親しみを感じます。普段以上にその女性を意識しやすいですよね。袖を引っ張る動作が控えめながらも頼りにされているような感じがして、そこでどうしても女性らしさを感じてしまう。といったように袖や腕を引っ張る仕草は男性に対して無意識に頼りたいという感情が伝わってきて、それが女性らしさを強く感じるきっかけになってますね。では8つ目は唇に手を当てる動作。女性が無意識に唇に触る仕草は非常にセクシーで女性らしい動作として多くの男性が強く意識します。唇というパーツはとても魅力的で、ふとした触れ方が男性の目を引くんですよね。具体的に言うと、例え一つ目は考え事をしている時に無意識に唇に指を添える女性。その姿は非常に魅力的で思わず目を奪われてしまいます。唇がセクシャルな印象で、その部分に触れる動作が自然に官能的な印象を与えますよね。例え二つ目は、唇が乾燥しているのか、軽くリップクリームを塗る仕草。特に無意識で行われると、その自然さが逆に男性をドキドキさせますよね。日常的な動作の中で唇が強調されることによって、女性らしさが増して見えます。例え三つ目は、飲み物を飲んだ後に唇に残った水分を軽く拭く仕草。これもまた自然な動作でありながら、唇という魅力的なパーツを強調する行動ですよね。男性は強く意識してしまう。といったように唇に触れる仕草は男性にとっては非常に女性らしくセクシーに映るので、その動作は男としてはメスミとして強く感じますね。では9つ目は、距離が急に近づいた時。女性が距離を詰めてくる瞬間は男性はドキドキします。物理的な距離が縮まることで心理的な距離も急速に近づいていく。具体的に言うと、例え一つ目は、二人で座っている時に話に夢中になって女性が自然と少しずつ距離を詰めてくる。この自然な動作が男性に近いな意識させるきっかけとなります。例え二つ目は、一緒に写真を見るために女性がスマホを手に持って男性側に近寄ってくる瞬間。この瞬間に急に近づいてくることで男性は急にその女性を意識し始めますね。ね、これ見てって言ってくれた瞬間に、何って言いつつも心の中でドキドキしてる。例え三つ目は、騒がしい場所で声が届かないから近くに寄ってきて話しかける瞬間。この行動が男性にとっては印象的に残りますよね。近づくことでよりプライベート感が増して、その女性との距離感が急激に縮まったように感じる。といったように、距離を詰めてくる瞬間は男性に親密さを感じさせるし、その瞬間に女性として意識しやすくなりますね。では10個目は、思わず見せる笑顔。最後に、女性の笑顔はやはり最もシンプルでありながら強力なメスミの要素です。自然な笑顔ほど男性にとって魅力的なものはありません。具体的に言うと、例え一つ目は、何気ない会話の中でふとした瞬間に女性が笑顔を見せるとき、その自然な笑顔が男性にとっては特別に映りますね。例え二つ目は、仕事で真剣に話している時に突然ジョークを言って女性が笑顔になる瞬間。急に表情が和らいだ時のそのギャップが男性に強く印象を残します。真剣な表情からの笑顔は魅力が際立ちますよ。例え三つ目は、人前では控えめな女性が一緒に話している時に見せる無防備な笑顔。その瞬間に男性はその女性の本質的な魅力を感じ取りますよね。この子こんな笑顔可愛かったんだ。異性として意識してしまう。笑顔は男性にとって最もシンプルかつ強力なメスミの象徴なので、女性らしさを感じる瞬間ですね。はい、という感じで男性が女性にメスミを感じる瞬間について10個紹介してきました。どれも何気ない仕草や瞬間ですが、この一瞬が男性にとっては特別なものとして強く印象に残ります。もし女性的な色気だったり女性らしさをより引き立たせていきたいなと
出していきたいなと思った時にはですね、こういった項目もぜひ参考にしてみてください。というわけで、もし今回の動画が面白かったよと、役に立ったよという方はぜひ高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。そしてこれからも恋愛に役立つ情報をどんどんお届けするので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。